きっと今年最後のブルプロ祭り開催。よろしくお願いします。ブルプロの投稿をしているクレリーと申します。いきなりすみません。実は今、本動画が完成して投稿ほんと5分前だったのですが、たった今急に情報が降りてきてしまったので、この冒頭に割り込んでご案内させていただきます。TGA で発表され、ブループロトコルがグローバルの海外展開について2023年の間にまたプレイステーション5、Xbox シリーズ X と S で遊べることが発表されました。もじゃこの鎧かっこいい。 PS5 と Xbox はサービス開始時期未定となっていますが、これならという方はいると思いますし、人口が増えて逃げ場いそうだっていうのはとてもいいことですよね。一応パブリッシャーごとにサーバーは別になるという案内もありますが、ここは今後の続報を待ってということで、それでは元々の本編へどうぞ。思ったより待ちましたね。やっと予定されていた公式配信ブルプロ通信6の日程が決まりました。12月15日木曜日20時からとなります。内容は追加機能紹介を中心にとだけ告知されていますね。前回最後に公開された釣り以外にも多数情報がやってくることでしょう。先月の配信内容は今まで予定されていた改善点をしっかりしましたよというものが多かったのですが、次の配信は追加機能、つまり今まで情報がなかった新規の要素が盛りだくさんであると考えられます。予想もつかない情報をぶっ込んでくる可能性もあるので、ある意味今までで一番ワクワクしています。次の配信は今年最後のカーニバルになるはずですので、絶対にお見逃しなくといったところでですね、久々に今回もあれをやろうと今計画しています。ライブ配信ブルプロ通信6語り部屋2次会。公式配信の終了直後にライブ配信を行いたいと思います。1年半前でしょうか、通信の番外編の放送の時もやったのですが、予想以上にね、ありがたいことに多くの方に来ていただけて、そうですね、公式配信後に興奮した熱をぶつける場所が欲しいとか、公式の配信時間には間に合わなかったけれど情報がすぐ欲しいみたいな、そういった層の方から喜びの声もいただけました。ミラー配信ではないので、放送後に、そうね、ドリンクでも飲みながらゆっくり振り返るような感じで、ブルプロ忘年会みたいなもんですね。今年半分活動なかったんですが開催時にはぜひ遊びに来てください。で、こんな内容だけじゃあと1週間耐えられないですよね。そんな方のためにこんな情報を拾ってきたので、見に来てくれた方に共有していきたいと思います。勝手に好評だと思っている私しか気がついてないんじゃないかなのシリーズ。通信5の時もね、公式で正式に紹介されていない隠し髪型や隠しスキルなど発見して紹介しておりました。コメントでね、俺も気づいたよ的なものもいただけておりました。皆さんありがとうございます。ちゃんと見ております。で、改めて何度も見ていると、こんな情報隠れてるじゃんみたいなのをいくつか発見したので、今回紹介したいと思います。もしかしたら次回の公式配信の時に出てくるかもしれない。では早速行きましょう。最初はね、しょうもないのから始まってほんと申し訳ないんですけど、ここ髪色の配置の並べ方が変更されている。古いのがこう、新しいのがこうです。ほっとどうでもいいですね。でも気づいてしまったので仕方なく。では次行きましょう。これは気づいた人は少しはいると思います。過去
新たに追加された揺らすボタンが謎マークボタンに変更されています。揺らすのワードを渋ったんでしょうかね。でも、もうこれは揺らすボタンとしか呼ばれないでしょうね。新しいステータス画面から3つ発見しております。ステータスに回復力というものが追加されていました。属性耐性値というのも増えてますが、やはり注目は回復力。どのクラスでも自己回復はできる仕様になっていきそうですが、この地で大きく変わっていきそうですね。次はこのエンハンスイマジン、旧インナーイマジン。装着マークに故障がつきました。山陽や三つ葉、山岳、矢尻、風車、水亀でしょうか。まあ、あのマークって言い方はすごいわかりにくいですからね。めっちゃ話変わりますが、その昔、三者三様という4コマ漫画ですね。めっちゃ好きでして、今でも面白漫画の私の永久の棚に陳列されています。おすすめなのでぜひ。この画面で最後の案内、なんじゃこりゃーと思ったのがこのバトルスコア。ちゃんと見たらもうお分かりかと思いますが、バトルスコア240 CBT の時はレベル35で私が28でしたし、ランク S の闘技場に参加する制限も28以上でした。ずいぶん桁を上げてきましたね。何かあるんでしょうか。細分化したということでしょうかね。絶対いつか53万でネタにするプレイヤーは出てきますよね。次はここに映ったミニマップのさらにこの方向に施設のマークがついているんですよ。CBT の時にはこの方向にマークがつくような施設は何もありませんでしたのはず。つまり次のネットワークテストの時にはこの位置に新施設があるわけですので、訪ねてみる価値はありそうです。星型のマークなので、プラネタリウムかな。次はかかしの動画であったこのシーン。注目すべきはこのログ。運営さん、これ隠しておきたかったらほんとすいません。ログにこれらの文字が残っておりました。虚空の浮島、遠流襲来、来流土流の文字も、また騒乱の大地、砂虫進出でしょうか。これらはきっと新しいイベントかレイドバトルなんでしょうね。またモンテノール渓谷、リッツェ交易街道、エバーグリーン砂漠は名前もありましたが、帰らずの砂人という地名が今までにない知らない土地になりますね。これはネットワークテストで新しい土地へ行けるってことでしょうかね。いや、絶対これ遊ぶ時間足りないでしょう。と、まあこんな感じで発見情報を紹介しました。あとはね、公式配信を楽しみに続報を待ちましょう。最後にほっと適当な予想を一つだけさせてください。ネットワークテストの募集人数、招待枠があるとはいえ、本当に5万人のままなのでしょうか。おそらく正式版を見据えての最後のテストができる機会だと思うんですが、 CBT と同じ人数で行くとはどうでしょう。次の配信あたりで倍の10万人ぐらい行くよぐらいぶっ込んでくれたらいいなとは思います。いや、だって当選したいし。では予定通りなら配信後の2次会で会いましょう。それではまた。